今回の動画は視聴者様からいただいた T-REX150 のジャンクサーボを直す動画です。このご時世、いつ部品が入手できなくなるかわからないので、壊れたものを2個1、3個1で直す練習をしておくと良いと思います。ニッチな内容すぎて見る方を選びそうですわね。おほほほほ。ポテンショメータは2つあります。分解した経緯は不明です。基板は3枚です。これも分解した理由は不明です。この基板はパッドが剥がれてますね。モーターは1つだけです。使えるかは不明です。とりあえず部品を適当に選んで組み立ててみます。断線対策用のシリコンを取り除きます。これぐらいきれいにするとハンダ付けも楽しくなりますね。ポテンショメータを選んでおいたのですが、サーボケースの中にもポテンショメータがありましたので、そのまま使います。ポテンショメータ配線のハンダ付けです。ピンセットでつまんだところが溶けてますね。おほほほ。申し訳ございません。コネクターケーブルのハンダ付けです。ハンダ付けは素早くやることで被覆の縮みを最小限にできます。最後にモーターの配線をつけます。完成したので作動テストをしたら全く動きませんでした。あらあら、一体どうしたのですか？これは強敵だな。そこで一番怪しいモーターをテストすると動きませんでした。分解するとブラシが破損してました。それでは動きませんわね。おほほほほ。仕方ないので家の中を探し回ったら少し長いサイズのモーターを発見。とりあえずこれをつけてテストすることにしました。こんなの聞いてないよ。覚悟を決めましょう。これは回りますね。おほほほほ。モーターを交換して作動テストしました。今度は問題なく動きました。ケースに収めるにはケースを加工しないとダメですね。一応モーターを部品で買うことはできますが、値段的に割に合わないので今回はやめておきます。結局こんな感じにケースを加工して取り付けました。問題なく動きます。モーターのサイズアップでサーボのトルクが上がってます。このサーボが3個あればミニヘリの性能もアップしそうです。サーボホーンに切り込みを入れてサーボセイバー加工してますが、簡単にスリップして動き続けますね。力持ちですわね。おほほほほ。あれれ、もう終わっちゃうの？数日後、
0612モーターを見つけました。昔購入した20反転のトイ RC ヘリコプターのモーターです。これが T-REX150 のサーボに使われているモーターとサイズが同じでした。右が修理したサーボです。モーターのサイズが同じでもモーターの回転数が違うと使えませんが、見た感じ同じサーボスピードのようですね。これぐらいなら実際使えるレベルだと思います。これぐらいのクラスのサーボなら DIY 修理しても大怪我はしないと思うので、修理の練習にはいいと思います。私は100メートル離れて飛ばすのを見てるわ。おほほほほ。GRS フライバーシステムが突然バインドできなくなる故障、経験された方はかなりいると思います。私はバインドできない GRS を視聴者様からお譲りいただいて、いろいろいじり回しましたが治りませんでした。私もまだまだね。PS3 には YLOD という故障がありますが、 GRS は RLOD ですね。考えられるパターンをすべて試しましたがバインドできません。あまりやりすぎてバインドスイッチが砕けましたよ。交換したのでスイッチが黒くなっているでしょう。今回視聴者様からバインドする GRS をお譲りいただいたので、受信機基板を外してバインドしない GRS に移植してみました。これは前から試したかったのですが、もしかしたら正常な受信機基板も壊れる可能性がありますからできなかったんです。今回壊れる覚悟でやってみました。はい、この通りバインドしました。つまりバインドしない原因は受信機基板の故障でした。どこが壊れているのか、プログラムが悪さをしているのか、メーカー様しか分かりませんね。どこが壊れているのか知りたいですね。知ってる方コメントください。バインドしない GRS は2つ持っていたのですが、両方とも受信機の移植でバインドしました。T-REX150 も部品入手が困難になってきました。ギアやシャフトなどの消耗品を販売してもらえるとまだ使える機体ですが、残念ですね。そこで K110 のように部品入手が簡単にできる機体に GRS や MRS を移植するとまだ十分飛ばすことができます。機体の重心バランスも良いので、また違った飛びの印象になりますよ。